今日の動画は僕が新車契約したスバルのサンバー版の納車動画になります。車を購入したいきさつについて話すと、僕の乗っていた車のエアコンが効かなくなってしまったんです。夏、エアコンの効かない車に乗りたいと思いますか？そういったこともあって、今回思い切って軽自動車を購入しました。最近はどの車も半導体不足によって納期待ちがありますよね。僕の場合はこの車が手元に届くまで約4ヶ月待ちました。僕はネットで購入したカーオーディオとドライブレコーダーをディーラーに持ち込んで取り付けてもらいました。僕は新車を購入したことがなかったので、営業マンから車の操作方法の説明を受けるのがとても新鮮でした。最近はどの車にもアイドリングストップという機能がついてくるみたいなんだけど、皆さんどう思います？僕はこの機能いらないな。今ディーラーの方から説明を受けているんだけど、やっぱりバッテリーに負荷がかかるみたい。この車はダイハツのハイゼットカーゴという車の OEM、 スバルでいうとサンバーバンという車になります。装備や機能はほぼ同じ、外見も同じ、エンブレムが違うといったところでしょうか。トヨタにもピクシスバンという名前で OEM 供給されてるみたいです。今説明を受けているのはドライブレコーダーの操作方法ですね。僕がネットで購入して持ち込んだものなのに、操作方法を説明してくれるなんて神がかってる。僕がスバルを選んだ理由もそこにあります。営業マンの対応がとても親切で丁寧だったからです。一通り装備品の説明を受けたら、僕は人生初新車の運転をします。当然新車だからガソリンは全く入っていません。初給油です。 29.35 リットル入りました。給油口の蓋を閉めるのも初めて。チャンネル登録。5速ミッションを初めて操作した時の感想です。軽自動車ということもあるのかな。1速2速のシフトチェンジがスムーズでなくてよくノッキングします。でもシフト操作は楽しい。これがターボ車だったらもっと楽しかったのかな。今のところ5速ミッションにして良かったと思っています。せっかくなので僕の車の細かい部分を見てみることにしましょう。この車のグレードは全部で6種類。僕が選んだグレードは上から3つ目の VC というタイプ。僕がこのグレードを選んだ理由は、価格のバランスとこのブラックというカラーが選べたことなんです。商業車の白やシルバーだと味気なくって、そして個性もなくって、このブラックはメタリックが入ってるんです。だからとても高級感があって、僕はすごく気に入っています。それではこの車の最大の魅力、室内空間の広さをご覧いただきたいと思います。一番と決め手となったのはこの荷室の広さ。軽自動車トップクラスです。見た目でわかると思うんだけど、結構広いです。開口部幅 1345 ミリ、開口部高1165ミリとトップクラスの広さを誇っています。これなら最近流行りの車中泊も結構快適に過ごせると思うんです。室内は後からいろいろと取り付けられるような仕組みになっているんです。このダボ穴とかね。そしてこの LED の室内灯、結構明るいんです。気に入ってます。このようにバンドも最初からついてました。これは何かを固定するためのものなんでしょうか。今はまだ分かりません。そして後部座席、こちらも簡単に折りたたむことができます。後でやってみます。VC というグレードはこのリアバンパーも塗装してあります。
これがリアゲートの開口した感じ。そしてスマート安全なんとか、予防安全機能スマートアシストとなるものも標準装備されてるみたいです。これもありがたいですね。サンバー版のホイールベースは 2450mm、 全長 3395mm、 高さは 1890mm、 軽とは思えないほど大きいと思います。フロント中央にあるひときわ大きいエンブレム、結構かっこいいかも。フロントバンパーの開口部は結構大きくて、ラジエーターが丸見えです。ありがたいことにドアミラーは電動格納式。ミラーもボディカラーと同じくブラックに塗装されています。このグレードはドアノブもボディカラーと同じブラックに塗装されている。それでは助手席から車内をご覧いただこう。商用車のような安っぽさもなく、直線的なデザインでとてもかっこいい。商用車でよく見る安っぽいチープなビニールシートではなく、撥水加工を施したファブリックシートはとても高級感がある。映像をご覧いただいてもわかるように、とても商用車の内装とは思えないですよね。そしてここ、ビニール袋などが引っ掛けられるようになっている。こういったアイデアはとても便利だと思う。パワーウィンドウも標準装備、ありがたい。ボディカラーをブラックにしたせいか、全体的に黒に引き締まっててよかったと思う。ドリンクホルダーも結構いっぱいあってとても便利。エアコンはアナログ式だけど、僕は特に気にしない。このレバーは温度調節のレバー。昔から変わらず受け継いでいるところもあって、僕はいいと思う。とにかく真夏のエアコンのない車に乗るよりは全然マシ。ようやく僕も快適な車に乗れると思うと嬉しくてたまらない。当然だけど新車はガンガンに室内が冷える。ありがたい。昔から変わらないルームミラーの上にある室内灯、とてもレトロで僕は可愛いと思う。そしてサンバイザー、助手席側にはミラーはついていない。運転席の上にはこういった荷物が置けるスペースがあるというのもとても便利だと思う。後ろの後部座席はというと、安っぽいビニールシートではなく、こちらも撥水性のあるファブリックシートを採用している。シートも弾力性があって座り心地が良さそうだ。このグレードは後部座席にもヘッドレストがついている。それでは早速後部座席を収納してみよう。簡単です。ヘッドレストを外して前に倒して、この紐みたいなものを引っ張れば簡単にこの通り、一瞬でフラットな荷室が出来上がりました。どうです？この広さ。こうしてみるとボディカラーをブラックにして本当に良かったって思う。サイドから見るとこんな感じです。斜め前から見るとこんな感じ。やっぱり新車っていいね。ワクワクします。結構背の高くてとても軽には見えないぐらいの大きさです。リアゲートを上げた時の高さは測ったことはないけど190センチはあると思います。どうですか？パッと見商用車とは思えないこの高級感。サービスでナンバープレートベースとフロントサイドバイザーをつけてもらいました。このグレードは天井に内張りがあります。リアゲートのこの溝は雨が降った時サイドに流れ出る仕組みになっている。とても考えられている。このグレードから
12インチフルホイールキャップがついてくる。どうですか？この車両、車中泊のベース車両にもってこいだと思いませんか？電動のスライドドアじゃないけど、俺はこれで満足。この車のコックピットをご覧いただこう。まずはエンジンをかける。シンプルなインターパネル。そうそう、純正のカーナビゲーションシステムって高いから、中華製のオーディオレシーバーにしました。これからこいつでたくさんの思い出を作っていこうと思います。コメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。